出港準備中です。今日の朝マイナス2度、海水温もですね10度台です。近年は10度までですね。昔はね8度って海水温8度っていうのもありました。さすがに活性が低いです。魚のもう小潮ではもうほとんど見ない、もう魚自体見なくなりましたね。大潮でなんとか見れる程度。今日もエビメインになると思うんですけど、今から準備して出港したいと思います。先週末にですね、今寄島の港出て牡蠣いかだがあるんですけど、そのすぐ沖側にいますが、先週末にここでね最後2時間ぐらいやったらシャコがねちょっと取れたんですよね。シャコは基本みんなでこう数杯でやらないとなかなか出てくれないんですけど、一人でやってもいたんで、多分もうそういう潮なんだと思います。もしいたらラッキーぐらいのつもりで、今日はちょっとここでシャコを練るってよく言うんですけど、ちっちゃくねくるくる舞うんです。最初は一応シャコを狙ってシャコを出すのをちょっと狙ってやってみたいと思います。ナイス感じ。まさかのナマコは高級品なんですが、今年はねちょっと安めですね。だからイイダコとかねシャコがいてくれた方がいいですね、ナマコより。でもナマコももちろん大歓迎。ナマコ多かったな。シャコも見えてますね一応。でも大体朝1番目って多いんですよね。拾えるギリギリか拾えますね。これはいけんだ。何本か見えてるんでいくつか拾えそうですが、これいけるな。もうね黒の筋入ってね、食べたらね咳が入ってるのもいました。もうほんと早くなりましたね、春が来るんが。これとシャコとエビですね。シャコはどれぐらい拾えるか、こんなんも話にならんすけど、意外にこれが来年大きくなってくれるかっていうとならないんですよね。一応拾えたのはこれだけでした。これぐらいがねたくさんいてくれたらいいんですけど、もう咳入ってました。これなんかもうオレンジ色、微妙にオレンジ色。だいたいいつもですね最初の網シャコ見えて減っていくんですよね。今日はどうなんか。やっぱり今日も減っちゃったか。でもここでちょっと頑張って。シャコ減りましたけど辛抱できないような感じじゃないですね。チヌもおるしナマコおるし、シャコも全くいないわけじゃないし、もうちょっとここで様子を見てみたいと思います。たまにこういう風にノリがね網にかかったりすることあるんですよね。ちょっと色悪いですね。窒素が足りてないんでしょう。色が悪い時はですね県北のダムを開けてもらったりもします。だいぶ色悪いですね。これはなんか養殖のじゃないですね。これ天然かな。いただきます。やはりちょっと色が悪いと風味とか味もいまいちですね。黒い方がやっぱり風味が強いです。それとちょっと今のはしわかったですね。一番のりはね本当にしわくない、もうスムーズな感じです。
べようかな。これは柔らかくて美味しそうな。あとは硬いけど。朝からずっとチヌも入ってますけど、チヌは牡蠣食べに来てるんですよね。あと海苔のセットの周りにもチヌ多いんですけど、あれ海苔食べに来てるんですよね。海苔のセットの周りにいるチヌはここから海苔出してます。消化できてねえじゃねえかっていうぐらい出してますね。常にこう様子見ながらいつも漁やってるんですけど、海底の土の上に海苔がびっしり生えてるっぽいですね。どうもそんな感じです。さっきから海苔が入ってます。見た感じがもう養殖のじゃないし、硬さもねもう養殖のじゃない、硬い。この辺の海底海苔がずっと生えてるんでしょう。丘からですねナマコちょっとずつ出てくるんですけど、こんな時期に出てきたことはなかったです。昔はもうだいたい3月にならんとね出てこなかったんですよね。今年はもう1月の終わりでね見えてますね。珍しい、見るとこでないんですけど、この漁場でこっちは初めて見ましたね。ああ、きれいきれい、よかった。シャコもいないわけじゃないです。だんだん引っ込んでいってる感じが。やはり海底海苔生えてますね。もう海底びっしり海苔でしょうね、この辺。よくね水質のことをね気にしてる投稿とかよく見ますけど、常に泥質気にしながら漁してるんですけど、匂いがね泥質が悪くなっていってるところは前下駄の卸の時の動画で大狭山のすぐ沖側がもう泥が悪くの海みたいになってますっていうのを言ったんですけど、あそこの泥なんかね今ちょっとマシになってるんですけども、こうやって匂ったらねもうとんでもない匂いが、もう泥じゃない匂いがしてる時期がありましたね。最近ちょっとマシになってるんですよね。あの時はほんとやばかった。あんな泥質だったらもうそれは何もできん。だから自分はどの具合やる時でもこの泥質だけはもういっつも気にしてますね。ナイスワカメ。ワカメも生えてきてる。まだこれぐらいですけど、あっという間に大きくなりますけどね。離れたいけどなかなか離れられません。ここどうしよう、悩み中。完全に車庫消えましたね。逆にちょっと移動しやすくなりました。昔たくさんいたけどいなくなった貝。こういう貝類なんか特に泥質でもう完全にいなくなりますね。でも掘ったらいるんでしょうね、生き残りは。ここが泥が悪い大沢沖ですね。前も言いましたが以前はねもうカニが集まるとこだったんですけど、今はもう集まりません。これ同心円状に魚がおらん感じで、この同心円状に沿ってボラたちも移動してます。お、ナイス、嬉しい。一つが大きいものが。満潮。最近は3時間前より4時間前がいい感じなんで、12時13分がおそらくチャンス時間なので、ちょっとヒラメ方面行ってみます。あとはもう運ですね。行く道中にカニ一つ。あそこにね高橋川があるんですけど、あれが河口なんですよね。高橋川の雨多い時は沖にこうヒラメが出るんですけど、最近はねこっから
丘が多いみたいなんで、ちょっとこの筋で狙ってみたいと思います。水量少ないんでね、川から水が沖にあんまり出てませんので、川から出てきた水がこのままこっちに来る、まあ下りしよる時はですけどこっちへ来るんで、まあかなり博打に近いですけどね。ただヒラメはもう当たらない時間にいくら狙っても当たらないんで、ボーナスタイムだけで狙うようにしてます。おお、来た、本当に来た。奇跡。やりました。まさか本当に来ると思ってなかった。そして時期もとてもいいので超えとる。超えてないとやっぱりね、競りへかけてもこれぐらい超えていてくれると最高です。おお、もう持った感じも見た目よりも重いですよ。これよっぽど肉が締まってるんでしょうね。いや、狙ってよかった。運が良かったですね。こりゃいいとこ通れたらしいです。よかったよかった、本当によかった。おー、来た。大きさよりも超えてるかどうかですね。うん、いい、超えてる。ナイス。オスはペラペラのが入ったりしますからね。最後カキイカダの沖に帰ってきました。これでラストにしたいと思います。よしとします。お疲れ様でした。今日もまあ楽しかったんでよしとします。お疲れ様でした。最後寄らずに入れたらこんな感じです。取れたもの、あとチヌ、ナマコ、6は来てる。行列のできる船、ほんまです。予約がいります。ゆじぽんママさんが作ってくださった、はい、このかぶるだけで誰でもバトルコサックになれるこの帽子。これウールじゃろ。ウールじゃないです。ウールじゃない。うん。チカチカしてチカチカする。下にかぶれない。かゆくてもおでこがもうカリカリってなる。ウールじゃなくてそんなかゆい。うん、モールだけど。朝頑張ってはい。一人で車庫練ったんですけど、ちょっといろいろ考えがありまして、はい。車庫漁には参加せんようにしてるんですが、はい。まあ一人でやるのはまあ自分はいいんで、はい。車庫ってみんなでやらないと出ないんですよね。そうなんだ。ほじくり返さないと。そうなんで、もちょっと車庫漁には参加しないようにしていろいろ考えがあって頑張ったけど出んかったんよね、朝。でこの間、はい。胸揚げの海苔、はい。キンパキンパ。自体は美味しかったんですけど、うん。あれはちょっと岡山の四方一番海苔を使うような料理ではなかったと思うんで、はい。あれはやっぱ韓国海苔でやったら多分もっと美味しかったんじゃないかと、そうじゃな。思います。ちょっと海苔の風味がごま油の香りになってちょっともったいなかった。飛んじゃうもんな。で、はい。毎年やってるはい。だし巻き卵と海苔をはい。やってみたいんですけど、はい。まあ、去年柴とガラでやったんで今年は動画でやろうかなと思ったけど、うん。まあ動画もやってみたいけどは車庫でやってみましょう。い。はい。車庫で。動画バージョンと車庫バージョン行ってみましょう。だし巻き卵大変そうじゃな。大変そうじゃろ。他には。じゃけん2人でムキムキしましょう。はい。はい。皆さん今日もハードワークモンゲーお疲れ様でした。っていうか岡山弁のモンゲー一体どこで使ってるんでしょうかね。勝利。
本格芋焼酎と本格麦焼酎です。やっぱり芋の方が香りがあって美味しいのでしょうか、どうでしょうか。広島の漁師の先輩からいただきました。ありがとうございます。どちらも25度。熊本県のお酒なんですね。もはや匂いが芋。あまり香りなく麦ですね。臭いなこれ。手強そうな芋焼酎ではないのでしょうか。注ぐとそうでもない。こちら麦。もう麦の方は香りはありませんね。芋から飲むともう麦が多分物足りなく感じると思うんで、麦からいただきたいと思います。よそ通りあっさりで飲みやすいです。香りも全くないわけではなく悪くない。では芋の方いただきたいと思います。瓶で匂った時は臭かったですけど、いい匂いです。爽やかな匂いに変わりました。柔らかそうなやつを選んでおかずに取ってみました。いい、かなりいいです。岡山新鮮フルセットが揃いました。もちろん最後に登場するのは胸揚げの一番のり。もうこの香りだけでも抜群。ジュポンママさんの力作です。むちゃんこ手間かかってます。これシャコ。こっちがシャコです。こっちがシャコ。こっちがエビ。エビ。冬瓜。昔金どこか金丼でどれから食べるでしょうかってありましたが、わかめの味噌汁からいただきたいと思います。わかめはやっぱりですね、最初が一番美味しい。わかめこの洗って切ったんですけど、もう手応えがないぐらい簡単に切れますね。それぐらい柔らかい。洗ってる時の香りの良さも抜群です。いただきます。わかめって歯ごたえがある食べ物と思っていらっしゃる方多いと思うんですけど、溶けます。もう本当に溶ける感じ。ほぼ噛む必要ありません。こっち動画やな。シャコの方はちょっとだし汁入れてるんでちょっと汁が多い感じですが、こっちは切りやすかったですね。すりおろし大根あった方がいいんじゃないのと思われる方いらっしゃると思うんですけど、添えることによって味が薄まってしまいます。他の風味を殺しちゃうんで、まずは動画の方からいただきたいと思います。ゆじぽんママさんの力作だけあって感動するぐらい美味しいです。あと前回だったか前々回だったかちょっととにかく塩酒ソフトの不具合で取りだめが溜まってますんで、いつになるいつのかがちょっと分からなくなってますけど、一番海苔を使ってキンパ作ったのと違って海苔の風味を殺してない。めちゃくちゃだし巻き卵と合います。卵だけでちょっといってみたいと思います。ガラエビが多分一番甘いと思うんですけど、冬瓜もそこそこ甘いですね。砂糖入れとるよ。それ分かってるよ。砂糖入れてるのは分かってるんですけど、エビのちゃんとだしの甘みがくる、ということはシャコの方は多分もっとくるんだよな。これだけでいってみましょうか。シャコのだし巻き卵いただきます。シャコの味がするでも動画とどっちが美味しいかって言われるとシャコの方がだし味はすごい。ただエビの風味が動画の方がいいですかね。ただ多分一般的には多分シャコの方が人気だと思います。シャコの風味となんかだしがすごい。もちろん胸揚げの海苔でちょっといってみましょう。鶏島醤油をちょろっとさらしましていただきます。これはでも食べる前からもう120点が確定してるような気がしますけど、もうたまらん美味しいですけど、海苔に合うのがどっちかというとこっちですかね。ちょっとだし味きつすぎて海苔の風味が
とちょっと喧嘩してる感じですね。こっちかなと喧嘩しないですね。こっちの方が合う感じです。ちょっと炙ってみます。これ炙るのも難しいですよね。ちょうどいい感じに炙るのがなかなか難しい。こっちの方が合うと思いますので、こちらで行ってみたいと思います。動画の方。あんまり炙りすぎるとダメですけど、軽く炙るぐらいだったら炙った方が美味しいかもしれません。パリパリっとした食感が今日うめえですね、本当に。シャコのだし巻き卵めちゃくちゃ美味しいんですけど、自分が想像してたのとはちょっと違う感じでした。だし味が濃いすぎ、ここまで濃くなると思わなかったですね。エビの方があっさりだし味で好きです。ご飯にのしたシャコ丼になるんだよ。あ、シャコ丼か。卵とじみたいな。マジでな、卵とじのシャコ丼やもんな、こうすればもう、超贅沢やな。あ、そうやな。だしがちょうどいいですね。シャコのだし巻きタバコはちょっと海苔と喧嘩しちゃうんで、このままご飯といった方が美味しいです。今回もご視聴ありがとうございました。だし巻き卵も出るけど、わかめの味噌汁がちょっと驚くぐらいに美味しい。